こんにちは、有働です。前回、賃貸の部屋に木の壁を作りました。本日はこの壁に棚を取り付けていきたいと思います。この壁の部分は現状復旧を考えなくていいので、自由にネジを打つことができます。なのでこの壁を有効に使うため、棚を作りたいと思います。この木の壁を作った動画は概要欄に貼り付けておきますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは棚を作っていきましょう。まずは写真に棚のイメージを描いていきます。こんな感じの棚を作りたいと思います。これは壁を作った際の動画です。棚は重いものを乗せるため 2x4 の柱がある部分に固定します。この壁を作るときに棚の計画を立てていまして、実は棚用の柱をここに1本多く立てていました。デザインが決まったら寸法を決めて棚板を発注します。発注した木材がこれになります。今回はマルトクショップというネットショップで木材を購入しました。木材は奈良の木の集成材です。奈良の木はホワイトオークと見た目が似ているらしいのでこれにしました。木材の面取りは自分でやってみたかったので加工なしで発注しました。なのでこのように角がとんがっています。面取りはこのカンナのような道具を買ってきました。このように角に当てて、ここから見えているカッターの刃で削ります。カッターの刃で削れるか不安でしたが、意外とちゃんと削れました。力を入れすぎると刃が食い込んで失敗しちゃいましたが、まあこれくらいはいいでしょう。こんなに削れました。木材にヤスリをかけていきます。このままだと木材の色が白っぽいのでワトコオイルを塗っていきます。これを塗ると木材の色が濃くなり、今ある家具の色に近くなります。余分なオイルを拭いていきます。テーブルの色と同じ色になりましたね。棚には観葉植物も置こうと考えています。水が垂れて輪締めになるのが嫌なので、水に強いウレタン塗装をします。
塗装は艶消しにしますが、最初から塗ると艶消しの成分が木材に吸収され艶が出てしまうらしいです。なので艶ありでコーティングした後に上から艶消しを塗っていきます。艶ありから塗っていきます。乾いたら軽くヤスリがけをします。艶消しで塗装します。ヤスリがけと塗装を繰り返すと仕上がりが綺麗になります。それでは棚をつけていきましょう。棚受けはアイアンのシンプルなものを選んでみました。棚は水平になっているかを確認しながら位置を決めます。あとは棚板を乗せて完成です。こんな感じになりました。物を置いていきましょう。どうでしょうか。アイアンの棚受けもちょっと無骨さが出ていて気に入っています。テレビを置いている無印のスタッキングシェルフともだいたい同じ色にできたんじゃないでしょうか。個人的には雑誌などの本の置き場所に困っていたので大満足です。やっぱり壁を自由にいじれるっていいですね。壁まで作らなくてもディアウォールでも棚は作れるので、
DIY 好きの方はやってみてはどうでしょうか。それでは本日はここまでとします。それではまた。